はい、ということで今回はですね、皆さんにちょっとお知らせということで動画を回しております。緊急です。緊急です。何のお知らせかというと、早速ね紹介をねしていきたいと思います。よいしょ。ここでも分かる人分かるかな。はい、ということで早速ですけども、はい、ふーちゃんちの新しい家族を紹介します。はい、じゃあうーちゃん紹介してください。はい、オープン。我が家の新しい家族です。どうした？おいで。ちょっと緊張してます。ここはどこだ？まだ3回目なんだよね。うん、この車。おいで。こっちだよ。おいで。どうしたの？お、出てきた。ということでね、改めてね、我が家の新しい家族を紹介します。うちの家に来たワンちゃんです。名前は？アンズです。ちょっとアンズ、女の子です。我が家に来たシーズーの女の子、アンズです。もう少しで生後3ヶ月になる。今2ヶ月と後半ぐらいそうね。になるかな。8月生まれだからね。そう。意外とパパと誕生日が1日違いっていう。だそうです、アンズさん。パパ8月の9でね。この子が8月の10ですね。ここ最近ね、ずっとお出かけはできてなかったんだけど、その理由がこの子です。そうです。そういうことです。聞いてますか？そう聞いてまですす。か？ちょっとね、最近ね、家でもね、写真とかね、カメラ回したりしてるから、カメラ自体にも結構慣れてるんだけど。うん。はい、ということで今回はですね、普段はねあんまりこういう動画とか撮らないんだけども、ワンちゃんをね迎えるにあたって、どんなことを準備したかとか、キャンピングカーの中でねどんなことをねこれからやろうかなとか、そんなね簡単にねちょっとアンズの紹介も含めてできたらいいかなと思っております。はい、うちら実家ではお互いワンちゃんは飼ってたけど、キャンピングカーとかなんかこう普通に犬と共にどこか出かけるっていうことは初めてなんだよね。そう本当だから子供の時から、僕はもう中学生ぐらいの時から実は同じシーズンの女の子を飼ってた、実家で飼ってたんですけども、だから犬はいる生活っていうのはずっとしてるんだよね、お互いに。そうただ自分たちが飼うっていうのは初めて。ふーちゃんは初めてだね。そうで、一緒にどっか行くっていうのもないね。うん、初めてだからそうなんですよ。手探りだね。やっぱアンズをねちょっと迎え入れるのにね、一応ちょこちょこっとこう用意したりとかしたので、まだ足りない部分もあるよね。うん、そんなのをね簡単にね紹介したいと思います。はい。はい、まずはじめにね紹介するのがこちら、リッチェルのクレートなんだけど、なんかこれ上も開くし、何が良かったっていうのは、ここが横をこうやってやるとここがね取れるから、そうなんかね出入りができやすいんだよね。ハウスとしても使えるみたいな、で掃除もしやすい、ここがパカって開くからっていうのもあって、ちょっとこれを買ってみた。一番最初アンズを迎えに行った初日もこれだけ持ってったよね。そう、これだけ持っていって、やっぱね大きくなったら、ある程度自由に行動させてもいいんだけど、なんせまだこのサイズだからね、そうちょっと怖いんだよね、まだ運転中は。だからとりあえずはこれだよね。移動本当の最低限移動するときはこれを使って移動する。でこれもう一個良かったのが、上にシートベルトを挟めるんだよね。そう、ここね。でも他のクレートもそうなんじゃない？でこのタイプのシートベルト挟むやつはいわゆるキャンピングカーのこのね後ろのシートベルト、これでちゃんとできたよね。できた。これに対応してるモデルだった。この辺もねちょっとね普通車とやっぱキャンピングカーってね若干違うから、仕様が。そうなんだよね。合う合わないがねやっぱ情報があんまなくて最初怖かったんだけど、とりあえず買ってみて合わせてみたらあったみたいな。だから今実際これを置くと、アンズを引き取り行った時はこんな感じ。これでそう自ら入って実践してくれたんですね。こういう感じでつけて、でバチンっていう。そうシートベルトがねこんな感じで挟めるから、ちょっ
と挟んでないんだけど、まあこんな感じ。で動かないようにできんね。そう。なんか安全やっぱでかくなったね。最初迎えに行った時ね、この手でもちっちゃかったもんね。ねえ、でかくなった。なんかすごい隙間があったはずなのに。でそこをポカッて開けると荒ぶってるあんずさんって。こんにちは。こんな感じで。こんにちは。あんず。多分全然むしゃくしなんか結構ね、サークルの中でもクレート入れてたりもしたから、うん。多分もう結構クレートが安心できる場所にはなったみたい。まあだからちょっとしたお部屋だよね、あんずの。っていう感じでクレートは買って、まあこれはでも良かったね。これは良かった。そんなに大きくもないしね。うん。で今日ねこれ紹介してる製品はねそのまま概要欄にねリンクだけ貼っとくので、なんで閉めたの？もしね興味がある方はねぜひ見てもらえると嬉しいです。おいで。うーちゃんの靴下ね。なんでかわかんないけどうーちゃんの靴下がお気に入り。兄ちゃんの靴下収集癖あるからね。そう。洗濯したやつ。幸せそうに持って帰る。上から開けちゃったりか。ここにいるの分かってんだよ。もう見させてこれ。まあこんな感じでハンズのねクレートでした。はい。それで引き取りに行った時の様子は一応動画に撮ってるんだけど、まあ、もしかしたら違うチャンネルであげるかも。うん。そうそうそう。またそれはそれで、ね、見てもらえると嬉しいです。次がね紹介するものが、はい、これはちょっと特殊かな。これキャンピングカー乗りとか車中泊する人が多いのかな、これ買うのは。うん。まあ多分家ではね置いてる人いっぱいいるとは思うんだけど、これねこれ何でかっていうと防犯カメラです。でこれちなみにキャンピングカー専用に置いてます。これどこの防犯カメラかっていうと Amazon で販売してるねリングっていうメーカーです。でうち家もねこのねリングのね防犯カメラ3つぐらい置いてるので、まあ、そこの中に、まあ、1回線追加としてキャンピングカー用で置いてます。これをね結構ね置いとくと安心だよね。安心。結構あれだよね。まあキャンピングカーだけじゃなくて家でもさ。うん、そう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 。まあ家は家用でまた別に同じのを持ってるんだけど、うん、それをセットしたりして。だから寝室に自分たちが行ってアンズがリビングで寝てる。そうね。時にまあ一応置いとくみたいなね。置いといてみたりとか、ちょっと買い物行くのにね。今画面にね出てるかと思うんですけど、別でねちょっと動画撮って今お見せしてるんですけども、 Wi-Fi 忘れました。そうちょっと今 Wi-Fi 忘れたんで、そう Wi-Fi がないとねちょっと見れないんですよ。それさえあればこんな風にね、リングのカメラでね通して見ることができます。だからキャンピングカーで買い物とか行ってる時とかもねこれをセットしておいてあげれば中の様子がわかるっていうのがあるんで、まあ今後のこともねいろいろ考えると1個あった方がいいなっていうことで我が家はね防犯カメラを1つ用意しております。これね回転できるやつなんで上もね見ることができるのでその点便利です。はい、ちょっと今1回ねハンズを下に移動してクレートごとていうかクレートを移動しようと思ったらハンズがそのままくっついてきたみたいな。で怒ってる。これからねちょっとね3つ目購入したものを出そうかと思っております。結構大きいんだよね。そうそうそう。ではい、こちらですね。これなんていうの？ソフトケージ？ソフトケージっていうの。いいよ、寝ておいで。寝てたんじゃないの？なんや。なんでみんな上にいるんだよって。そこで寝るんかい。そこ好きだよね。うん、冷たいのかな横。なんか冷たいとこ好きだよね。うん、やっぱ暑いのかな意外と。まあそんなねハンズを横目に、はい、こちらですね購入したのがソフトケージ。はい。これ何かっていうと、これコンパクトになるね。コンパクトでまあ薄くなる。で、これを開くと。ちょっと組み立て式になってるのね。そう。ポール？そう。でもなんかめんどくさい組み立てじゃないっていうかはめるだけ。なんかあれだよね。よくキャンパーが使うテントみたいなやつよね。あ、そうそう。ワンタッチって感じ。三々テントみたいな。ワンタッチじゃないけどね。でここでなんか調節できるからちょっと貼ってテンションかけて。この中にねアンズセット入れて。クッションがあるんですけど、クッションとトイレだね。あとお姉ちゃん。そう、こんな感じです。アンジュさん、入ってみてもらっても。あ、逃げて。ちょっ
っちのハウス。あんちゃんこっち入っておいであんず大きい方あるよ、大きいのおいで回収されますでこんな感じであんず、こっからもね開け閉めできるんだよね。そうそうそうでこっからね出ることもできます。出ちゃったら最後やちょっと閉めるでこれだったらこれ寝る時だね。そう寝る時はこれで、お留守番と寝る時か。家の中で一回使ってみたけど全然普通だったよ。普通だった。こっちの方がやっぱ大きいんだよね。大きい。上も天井もあるし、まああんずねこう比較してもこれぐらいスペースがあるんで。まだだってねお外フリーは無理だからね、車の中はね。そうだから今度これで一回ねちょっとね家の目の前、これ今ね自宅で撮影してるんですけども、自宅のね駐車場で一回ね車中泊してみて、どんな感じかっていうのもね検証してみたいね。でそれで実際ねこれがねちゃんと使えるかどうか、みたいなのもやりたいから、ちょっとそれでまた確認しようかなって。この辺がねちょっとね知見がなさすぎてね、そう何をどうしたらいいのかっていうのがちょっとまだ最善が分かんないね。試行錯誤しながらっていうか。そうでいろんなねキャンパーさん、キャンピングカー乗りさんね結構ねワンちゃん飼ってる方多いんですけども、結構みんなやっぱほら大きいっていうかさ、みんなちゃんと成長したワンちゃんだから、なんか全然フリーでも平気よみたいな、そんな感じの人がやっぱ周りは多くて、きっと大きくなったらだからうちもねあんずもそれでいいんだろうけど、今はねまだちっちゃいから、ね、この小さい時だけどうしようみたいな。ちなみにこれちゃんとハーネスしてれば外出ないようにかけるやつもあるの。なんかだからこれなんかキャンプとかにもでも使えるよみたいな。そうね、だから一応長く使えるんじゃないかということで、はい、ここ水もねさせるから。そうそう、クレートもそうだけどね、このね隙間から一応給水のやつもね使えるようなタイプにしてます、はい、なんでこんなに移動されてるんだ。下下ろす？はいどうぞ。一旦ハウスに入ってください。そこがいいのすっごいぺっちょりした。足が可愛いよね。キャンピングカーが緊張してるわけじゃないんだろうね。床の方がいいんだろう。でもみんなが上にいると上にしたかったよ。そうそう。この足よ。なんか大きくなったね。だいぶ大きくなった。うちに来て初日の日の動画がね今ねちょうどこんな感じで流れてると思うんですけど、すごいちっちゃかったです。モルモットみたいだった。なんかねジャンプの仕方とかもね本当ね細かかったもんね。チャン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 。すごいでかくなったね。それがね約3週間ぐらい。3週間ぐらいか。すごい大きくなりました。一番最初見に行った日はね9月だったっけ？9月。その時はもっともっとちっちゃかったよね。ちっちゃかった。リモコンぐらいのサイズか。そこにつくんだ。ただ大きさね、これ今うーちゃんもそこ座ってるけど、まあまあ取ります。そうボーンの真ん中潰してフルフラットにしてもこれぐらいの大きさあります。でもあれだよね、多分入りそうだよねここ。ギリギリ入るかな。どうなんだろうね。今度挑戦してみようか。ギリギリ。おそらくこのテーブルを抜けば下にすっぽりはまるはず。それぐらいね大きさはねあります。だからテーブルぐらいあるのか。メインテーブルぐらいある。大きいんだよね。そう。輸入車とかの人だったら全然余裕かもしれないけど。そう。キャブコンだとねちょっとね意外とキツキツです。あとは後ろダブルベッドっていうか、の人はそっちに置いといてもいいんだろうね。うちはちょっとレイアウト的にパツパツよね。そう。そこはねおのおのねどこに置くかとか考えながら使っていこうかなと思ってます。うーちゃんも入れそうだもんね。入れるかな。いや入れるでしょ。やってみようか。どうぞ。身長が低いのかわかんない。うーちゃん収納できました。うーちゃん収納できました。アンズ大変。アンズ大変だよ。うーちゃん入っちゃったよアンズのお部屋に。ねえねえ。でもこれ寝れるよ人間もいない。うーちゃん入っちゃったほら。だから割と大きいよね。そこだけちょっとね購入すると気をつけなきゃいけない。割と大きい。私でも入っちゃうんだから。折りたたみだから一応バラせるっていうかコンパクトになります。2箇所ぐらい外すんだっけ。そうね。でここにねこういうバンドね。そうバンドがもともとついてるから。でこっちもこうやって
で折りたたむとちっちゃくなってよく。こんな感じでパチッ。はい、こんな感じになります。はい、これはだからまあ他にもいろいろ使えるから、別に車中泊だけじゃなくても。薄いんだよほら。大きいけどね。意外とね、保管するときはね、どこにでも入る。まあ、建てるときだけだね、場所をちょっと考えなきゃいけない。そうなんだよね。でこの辺とかもね、もしね、他にもね、こんなものあるよとかね、もし知ってる方いたらね、ぜひですね、コメント欄で教えてもらえると助かります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まだちょっとね、揃えられてないのが柵ね。柵。これがね、ちょっとね、まだ考え中。うん。ここね、この椅子の下、まあ、エントランスですね、この部分。この下のここがちょっとね、この辺がね、スペースがあって、まあ、落ちちゃう可能性があるから、ちょっとここはね、何かしらのフェンス？フェンスか板か？でもフェンスの方がいいのかな。開けた時とかを考えるとね。みんなどうしてんだろうね。うん。みんなここの隙間に合うフェンスを用意してんのか、まあ、それともこの椅子そのものを使わないのか、そこはわかんないよね。どういうものを設置してんのか。でも何かしらみんなここに置いてんだよね。置いてる。そう、ここだけまだちょっとね、買い揃えてないです。はい、ということで今回ね、まあちょっとね、買い揃えてみたもの、いくつか、まあ、3つぐらいかな、紹介をさせていただきました。で、まだね、旅出たことないんだよね、言うて。そう、だから多分それこそトイレシートとか、うん、なんかもろもろね、いろんなものこそう出てくるじゃん。収納するものとかね。そうだ、そういうのとかがまだね、全然買い揃えてないから、まあ今後ね、何が必要になってくるかみたいな、そういうのはおのおの旅しながらね、また考えていこうかなって。で、逆に、今日ここまでの中で、いや、これあった方がいいよみたいなのを、もし何かのお気づきの点とか、逆にこれはあんまり使えなかったよみたいな、もしそういう情報もあれば、いらないねこれみたそ、いうな。なんか意外とこれ使わなかったよみたいな、あれば、それを教えてもらいたいかな。うん。うちもさ、わかんないから多分さ、見つけたら何でも探しちゃうし、何でも多分調べちゃうし、安かったらとりあえず買ってみようってなっちゃうから、そこだけはね、ちょっとね、コメント欄とかで教えてもらえると嬉しいです。先輩方のアドバイスをもとそうに。。キャンピングカー歴はね、7年あるけど、ワンチャンキャンピングカー歴は0年だからね。そう。始めたばっかりだからね。唯一、ワンちゃんを飼ったことがない、そうね、初めてだよね。うーちゃんに、ハンズが来てどうだったかね、ちょっとね、聞いてみたいなと思います。どうですか？ハンズが来て。本音を言うとあまり変わってないなって思ってます。あ、そうなの？そう。まあ、朝起きたら足にペロペロ舐めてきたりするのは、あ、犬いるんだなって思います。ちゃんとうーちゃんのことをね、朝見送ってくれるからね。そうそう、朝見送ってね。で、帰りも来るじゃん。帰りも窓からさ、カラ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 って、うーちゃんが見つけると。帰ってくると嬉しそうに尻尾振ってるもんね。そうそう。おやつ。ちなみにこのハンズはね、うーちゃんが選んだワンちゃんだ。なんか兄弟がいる中のうん。一匹。そう。もともとはね、我が家最初話してた時は、違うワンちゃんをね、違うワンちゃんというかその4兄弟のうちの男の子ね。そう、男の子の方を最初、写真だけで見てる時ね、いいなって言って見に行ったんだけど、いざね、現地で触れ合ってみたら、すごくうーちゃんに懐っこくてね。なんか初めてだったよね。うーちゃんがこのあんずを見て、私この子がいい、この子飼いたいって言ったのがすごい初めてだった。家族になるんだったらうーちゃんもいいなって思う子がやっぱいいしね。そしたら逆にね、子供の方がその辺感性がね、うーちゃんがこれがあって、この子がってなれば、それが一番いいなと。実は僕が実家で飼ってたシーズと全く同じカラーリングしてて、そこもまた既視感があって、なんかね、こう、親近感があるっていうか。パパがもともと犬を家で飼うんだったらシーズがいいってなったのもね、そう最初ね。ただこんなにも同じ色の子だとは思わなかった。写真で見比べると、うちのね、実家のお母さんとかに見せた時に、これもうそっくりじゃんみたいな。乗ってるかもしれない、この辺。そう、本当にね、色合いがそっくりで、それは本当たまたまで。誕生日も一日違いだしね。そう、パパとね、パパの1日後に生まれてるからね。そうそう。本当に
ご縁があっての、あれだったね、感じだ今回。ったから。だから今後だからそうキャンピングカーの旅自体は少しやっぱ毛色が変わるかもしれないね、今変までと。わるかもしれない。まあ、全面的に犬推しってわけではないけどね。うん家族と犬、まあ今まで通りプラスそうワンちゃんって感じのテイストになるのかな。そうそんな感じになるかなって。そんな感じでうーチャンネルには新しい家族をお迎えしました。はい。じゃあ今後とも安全も含めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。当の本人すっごい爆睡してる。たまに寝言言うから。何見てるのか気になる。ハンズが見てる夢なんてね、ご飯いっぱい食べてるんだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。